彼が突然黙り込み、視線をそらす。その瞬間、あなたの胸をよぎるのは、嫌われたかもしれない、という冷たい不安ではないでしょうか。しかし、結論から申し上げます。その沈黙は拒絶ではありません。それは、彼の脳が生存リソースを守るために強制的に引き起こした緊急停止、すなわちアイドリング状態なのです。進化心理学の観点から見れば、男性は太古より狩猟や闘争において感情の言語化よりも問題解決を優先するように脳の回路を最適化してきました。極限のストレス下において言語を司る左脳の機能は低下し、代わりに危険察知のための本能的な領域が支配的になります。つまり彼が言葉を失っている時こそ、実はあなたに対して言葉にできないほどの救難信号をその身体全体で発信しているのです。今回は強がる男性が無意識に見せている限界の SOS サインを10個厳選して解読します。 FBI 捜査官も活用する非言語コミュニケーションの技術と最新の脳科学的見地に基づき、彼の心の叫びを可視化していきましょう。この動画を見終える頃、あなたの目には彼の不可解な態度が愛おしい信頼の証として映るようになり、2人の関係は聖域と呼べるほどの深い安らぎに包まれるはずです。第10位、ネクタイや襟元を無意識に緩める喚起欲求と自律神経の調整。仕事から帰ってきた彼が、あるいは深刻な話をしている最中に無意識にネクタイを緩めたり、シャツの襟元を指で広げたりする仕草を見たことはありませんか？単に暑いからではありません。これは心理学用語でベンチレーション、換気、行動と呼ばれる典型的なストレス反応です。人間は脅威や不安を感じると交感神経が優位になり、体温が上昇します。脳は戦うか逃げるかの準備を始め、筋肉に血流を送るため首周りの血管が拡張し、衣服の締め付けを不快に感じるのです。元 FBI 捜査官のジョー・ナバロ氏は著書 FBI 捜査官が教える仕草の心理学の中で、これを不快感を取り除き恒常性ホメオスタシスを取り戻そうとするなだめ行動の一種と定義しています。もし彼がこの仕草を見せたら、それは今の話題や状況が彼の処理能力を超えつつあるというサインです。ここでどうしたのと問い詰めるのは逆効果です。彼の脳は今熱を冷まそうと必死なのです。ただ室温を下げたり冷たい飲み物を差し出したりする、言葉ではなく物理的な環境を整えることで彼の脳にここは安全だという信号を送ってください。第9位、リズミカルな反復動作。彼が貧乏ゆすりをしたり指でテーブルを一定のリズムで叩いたりしているとき、多くの女性はこれをイライラしていると解釈し不快感を抱くかもしれません。しかし脳科学的に見れば、これはリズムによる自己鎮静のプロセスです。セロトニン研究の第一人者である有田秀穂教授、東邦大学名誉教授の研究によれば、一定のリズム運動は脳内のセロトニン神経を活性化させ、不安や緊張を緩和する効果があるとされています。赤ちゃんをあやす時に背中をトントンと叩くのと同じ原理で、彼は無意識に自分の体を揺らすことで暴走しそうな扁桃体をなだめているのです。このサインが出ている時、彼は自分の感情をコントロールしようと必死に戦っている状態です。その努力を認め、あなたは静かに視線を外し、彼のリズムを乱さないようにしてください。あなたの気づかないふりこそが彼の自尊心を守る最大の優しさとなります。第8、顔、特に唇や眉間に触れる自己接触によるオキシトシン分泌。会話の途中で彼が自分の唇を指でなぞったり眉間を揉んだりする仕草、これは非常に強力な SOS サインです。皮膚への接触、特に顔周辺への刺激は副交感神経を刺激し心拍数を下げる効果があります。発達心理学における愛着理論で知られるジョン・ボールビーの研究が示唆するように、人は不安を感じると幼少期に母親に触れられた記憶を無意識に再現しようとします。自分の体に触れる行為は自分で自分を抱きしめるセルフハグの変形であり、オキシトシン、愛情ホルモンを分泌させて不安を和らげようとする生存本能なのです。彼が唇に触れているとき、それは誰かに慰めてほしい、甘えたいという欲求が
理性の壁を越えて漏れ出している瞬間です。この時あなたがすべきは彼の手を握ることでも抱きしめることでもありません。まずはそのサインを見逃さず、彼は今自分自身を癒そうとしていると理解すること。その理解があればあなたの眼差しは自然と柔らかくなり、その空気感だけで彼は救われます。第7位、突然の話題転換、文脈の破壊、回避行動と扁桃体のハイジャック。深刻な話をしている最中に彼が突然、そういえばあの映画見たと全く関係のない話を始めたり、冗談を言って茶化したりすることがあります。これは不誠実さではなく、脳の回避システムが作動した証拠です。心理学者ダニエル・ゴールマンが提唱した扁桃体ハイジャックという現象があります。強いストレスによって感情の中枢である扁桃体が暴走し、理性を司る前頭前野のコントロールが効かなくなる状態です。このままでは感情が爆発してしまうと脳が判断したとき、彼は無意識に話題をそらし、ストレス源から距離を取ろうとします。これはあなたとの関係を壊したくないからこその緊急回避です。逃げないでよと追いかけるのではなく、今は話すタイミングではないんだなと受け入れ、彼の提案した軽い話題に乗ってみてください。一度脳のクールダウンが完了すれば、彼は必ずまた戻ってきます。第6位、物理的な距離を取る、背を向ける、パーソナルスペースの確保。同じ部屋にいるのに彼が少し離れた場所に座ったり、あなたに背を向けてスマホをいじったりする寂しさを感じる瞬間ですが、これは彼が個体としての境界線を再構築しているサインです。男性は社会的な競争の中で常に他者の視線や評価にさらされ、テストステロン、闘争ホルモンを消耗しています。家という安全基地において一時的に外部からの刺激を遮断し、自分だけの殻に閉じこもることで枯渇したエネルギーを充電しているのです。これを拒絶と捉えて近づきすぎると、彼の充電は中断されます。背中は無防備さの証。彼が背中を見せているのは、あなたを信頼し背後から攻撃される心配がないと確信しているからです。ここで一度深呼吸をしましょう。ここまで聞いて彼の行動の中に思い当たる節はありましたか？もしあったなら、それはあなたが彼のサインを受信できていたという素晴らしい証拠です。脳には RAS 毛様体不活系というフィルター機能があります。これは自分が意識した情報だけを脳に取り込むシステムです。これまで冷たい、無視されたというフィルターで彼の行動を見ていたなら、今ここでそのフィルターを書き換えましょう。コメント欄にこう書き込んでみてください。彼の沈黙は信頼の証。言葉にしてアウトプットすることで脳の認識は物理的に変化します。書くという行為はあなたの不安を確信へと変える最初の一歩です。第5位、深いため息をつく。はぁという深いため息。これを聞くと、私と一緒にいるのがつまらないのかなと不安になるかもしれません。しかし生理学的に見れば、ため息は呼吸の回復です。ストレスがかかると人は無意識に呼吸が浅くなり、地中の酸素濃度が低下します。ため息は肺の奥に残った古い空気を吐き出し、新鮮な酸素を大量に取り込むことで、自律神経を副交感神経リラックスモードへと強制的に切り替えるスイッチなのです。彼がため息をついた時、それはあなたに対して不満があるのではなく、あなたといるこの空間でようやく鎧を脱いでリラックスしようとしている合図です。疲れてるのと聞く代わりに、あなたも一緒に小さく息を吐いてみてください。呼吸のリズムが同調、シンクロすることで言葉以上の安心感が伝わります。第4位、裾をつかむ、布を触る。幼児対抗とテクスチャーによる鎮静。彼がソファのクッションを抱きしめたり、着ている服の裾をいじったり、毛布の端を触っていたりするとき、これは非常に繊細な幼児対抗のサインです。心理学では移行対象と呼ばれる概念があります。子供が不安な時に手放さないぬいぐるみや毛布のように、特定の触り心地の良い物体は母親の代理としての安心感をもたらします。大人の男性であっても、極度の疲労や孤独感の中ではこの原始的な欲求が顔を出します。彼が何かの布を触っている時、彼は無意識に守られたいと願っています。その姿は社会で戦う戦士の休息です。見て見ぬふりをしながら
温かいお茶をそっと置く。その母性的な配慮が彼の心に深く染み渡ります。第3位、一点を見つめてフリーズする効率的反応とポリベーガル理論。彼が虚空を見つめ呼びかけても反応が鈍い状態、これこそが最も誤解されやすい効率的反応です。イリノイ大学の精神医学者スティーブン・ポージェス博士が提唱したポリベーガル理論によれば、生物は逃げることも戦うこともできない圧倒的な脅威に直面したとき、最も原始的な迷走神経を作動させ、仮死状態のように機能を停止させます。これはエネルギー消費を極限まで抑え、生命を維持するための究極の防御反応です。この状態の彼に論理的な会話は不可能です。脳の回路が一時的に遮断されているからです。ここで必要なのは言葉による説得ではなく、安全な気配です。彼を刺激せず、ただ同じ部屋で静かに本を読む。あなたの穏やかな呼吸音と存在感が彼の凍りついた神経をゆっくりと解凍していきます。第2、瞬きの増加と視線のうろつい、認知負荷の増大。彼と話しているとき、急に瞬きの回数が増えたり、視線が定まらなくなったりしたら要注意です。瞬きは脳の情報処理量と相関関係にあります。認知心理学の研究では、嘘をついているときだけでなく、脳が処理しきれないほどの情報負荷がかかったときにも、瞬きの回数が急増することが分かっています。彼は今、あなたの言葉を受け止めようと必死ですが、キャパシティを超えてしまい、脳が情報の遮断を求めているのです。視線が方向を追うのは視覚情報をカットして脳内のリソースを思考に集中させようとしているからです。これは話を聞いていないのではなく、真剣に考えすぎてパンクしている状態。一度会話を止め、コーヒーでも入れようかとブレイクを挟んでください。その空白が彼の脳を救います。第1、無言であなたのそばに来る、ただ座る、究極の信頼とパラレルプレイ。そして第1、これこそが男性が見せる最大級の SOS であり、同時に最高の愛の証です。何も言わず、スマホを見るわけでもなく、ただあなたの近くに来て座る。あるいは同じ空間で別々のことをして過ごす。これを心理学ではパラレルプレイと呼びます。幼児期、子供は信頼できる親のそばでだけ安心して一人遊びに没頭できます。大人になった彼があなたに対してこれを行うのは、あなたが彼にとって絶対的な安全基地であることの証明です。言葉によるコミュニケーションではなく、ただ共にあることでしか癒されない傷があります。彼は言葉を必要としない関係、ありのままの自分でいられる空間をあなたに求めているのです。この時、あなたは何もする必要はありません。何かしてあげなきゃという焦りを手放し、ただそこにいてください。あなたがリラックスして幸せそうにしていること、それ自体が彼にとって最強のヒーリングであり、彼が明日また戦うためのエネルギー源となるのです。いかがでしたでしょうか。強がってばかりに見える彼の背中には、実はこれほど多くの言葉なき SOS が張り付いていたのです。唇を触るのも、ため息をつくのも、黙り込むのも、すべては彼が壊れてしまわないように、そしてあなたとの関係を守り抜くために、彼の脳が必死に働いている証拠でした。これを知った今のあなたは、もう以前のように不安に揺らぐことはないでしょう。彼の沈黙を恐れる必要はありません。あなたはただ灯台のようにそこにあるだけでいい。その揺るぎない光こそが、荒波に揉まれる彼が最後に帰るべき唯一の港なのです。今夜は隣にいる彼の沈黙を静かな愛で包み込んであげてください。それではまた次回のマジ恋セラピーでお会いしましょう。おやすみなさい。